どうも、たけしです。今日は10月31日で、僕が上海に来てから3週間が経ちました。で、10月の振り返りをしていこうと思います。上海について感じた具体的なことは、このショート動画に上げてるので、そちらを見ていただきたいんですが、この動画では、僕がどう思ったのかみたいな心情とか、この感情の面を中心に話していこうと思います。上海に来て最初の印象っていうところで、もう空港降り立った時からワクワク感がすごかったです。これからどうなっていくんやろみたいな、そんな感情で満ち溢れてました。で、その反面、もう絶対これから大変やろなみたいなことももう予想はできました、正直。で、幸いなことに不安な感情はなかったので、それは良かったかなと思います。なので、上海の生活は特別不自由なこともなくて、楽しめてはいます。大変なことについては、シェアハウスでの共同生活の大変さは本当に今痛感しています。僕は東京、韓国で、それぞれ一人暮らしをしてて、この共同生活が初なんですね。なので、こんな感じなんかみたいなっていうのをこう肌で感じている状況です。で、これはもちろん、同居人とか誰に対して文句とか苦情を言うわけじゃないです。僕は人見知りな性格やからしんどいなって感じているだけです。で、具体的には、主に一人という空間がない点が挙げられます。僕の部屋にはルームメイトの子と一緒に住んでます。なので、その子がどっか出かけてる時とか、僕が出かけない限り、この一人という空間にはなれないんですね。それが結構、しんどくて、なんか落ち着ける場所がないなっていうのは正直思います。あと人見知りの僕が毎日誰かしらとコミュニケーションを取らざるを得ない点っていうのもあります。先ほども言ったように、僕は人見知りなので、一人暮らししてた時は、一日誰とも話さないっていうことはもうざらにあったんですね。で、僕はそれでもう別に全然良かった。で、そういう感じで来てたもんやから、この共同生活が始まった時に、やっぱり誰かしらと顔を合わせたら、はい、みたいな、How are you? みたいな、コミュニケーションが始まるわけですよ。で、これをコミュニケーションとか会話と取るのかどうかっていう感じなんですけど、ただの挨拶なので、ただ僕はね、それが一個ギアをガッと入れないと、わって話せないんで、それがしんどいな、大変やなっていうのは感じます。で、もちろん、あれです。もう本当何回も言うんですけど、そのルームシェアしている人たちはいい感じの人ばっかりなので、その嫌なことなんてないんですけど、ただ僕がこういう性格っていうだけで、大変やなって感じているだけです。で、あとこれもありますね。誰かしらが仕事をしたら、僕もしたいと焦ってしまう気持ちを抱えてしまう点はありますね。やっぱりモデルたちと住んでるので、みんな何かしらキャスティング行ったり、撮影したりするんですけど、そういう時に自分が何もないと、なんか俺もなんかせいななとか、あと、自分もしたいなっていう気持ち、なんか焦ってしまう、焦燥感に駆られるみたいなっていうのは正直あります。なのでそこは自分は自分、他人は他人っていうので、自分の軸がぶれずに、なんですか、マインドセットみたいなしておかないとダメなんですけど、環境が環境なだけにちょっとブレてしまうことは多々あります、正直。それが大変やし、しんどいなっていう感じですね。で、仕事面に関しては現状、上海ファッションウィークがあったっていうこともあって、ショーのキャスティングには行きました。拒否されたのもあったんですけど、これを見ていただきたいです、それは。で、ショーのキャスティングを受けて思ったのが、僕はショーモデル向きではないやろなっていうのを本当に痛感してます。長く生きてきて、自分の得意不得意っていうのは、なんとなくわかるような年齢なので、これ合ってへんなみたいなは思いました。全然手応えがなかったからです。で、もちろん僕より背低かったり、僕と同じぐらいの身長の人も、ショーで歩いてるケースはあるんですが、僕は多分向いてないやろなって感じです。なので、僕が得意なジャンルの仕事を一生懸命やってそこを伸ばしていかないとなっていうのは、上海来てたった3週間ぐらいでなんか気づいたというか、分からされたというか、なんか理解できた気はします。で、これはマネージャーから聞いたんですけど、こういうファッションウィーク、あとはキャスティングとか撮影とかが一旦落ち着くので、
今はすごくこうスローなペースです。なのでその分だいぶ焦りも感じています。心境としては。やっぱり上海に来た理由っていうのは、たくさん仕事をしたくて来てるので、こう何もない状態が続くと、俺何しに上海住んでるんやろみたいな感じになってしまうので、どうしても。なのでそこが大変ではあります。自分の理想と現実のギャップにもがくイメージみたいなのがあるので、それを日々感じているので、今はちょっと耐える時期やなっていうのは思ってます。で、あとこのルームシェアしているモデルたちと話してて、聞くのは、初めの1ヶ月は何もなかったよみたいな。で、2ヶ月目からだんだん調子良くなってきて、仕事も取れるようになってきたよっていう子もいたりして、初めの1ヶ月ってこんなもんなんかなっていうのは正直感じています。で、それと同時にちょっと安心したというか、みんなこんな感じなんやみたいな。初めはあんまり動きないねんなっていうのをそこで知れたので、なんか安心している面もあります。なのでやっぱりコミュニケーションって大事やなって思います。こういう情報とか聞けたりするので。なので人見知りせず、どんどん話していったらいいなって感じなんですけど、それは。で、今、10月が終わろうとしてて、今はこのスローな現状を受け入れるしかないなっていう気持ちです。特にこういうモデルの仕事って、流れとか、クライアントとか、第三者が関与するような仕事なので、これ自分じゃコントロールできない部分が、いくつかあるので、もうそこを気にしてもしゃあないなっていうので、今は準備とか、そういう街のフェーズかなと思ってます。でももちろんやるべきことはちゃんとやって、この体調管理であったり、体型管理もそうですけど、あと、SNS で発信したりとか、やれるべきことはあるので、そこはやっている感じです。仕事とかキャスティングないからって、なんか爆食いしようみたいなっていうのができないんで、正直。やっぱ上海住んでると、美味しそうな中華料理とかめっちゃあるんですよ。それもめちゃくちゃ食べたくなるんですけど、もうそれも食べられへんので、そこはちょっと残念です。はい。で、今はとにかくこの環境に慣れていく時期やなと思ってます。はい。10月はそんな感じです。では。